わさっちです。よろしくお願いします。はい、山田です。よろしくお願いします。林です。緊張する、どうしよう。こんにちは。高まりさんです。ドッキリをはい、仕掛けたいと思って前田さん騙されてるとは知らずにみたいな。スタジオの冷蔵庫に鹿児島で釣った魚が入っててさ。大丈とか避けて終わり。これダメそうだな。草薙カサゴさばくか。はい、今日オフィスビルでエレベーターに乗っていたら、エレベーターの部屋の中はマックの匂いで充満していて、そこに OL さんが後から乗ってきました。今後ろに立ってドアが閉まった後、静けさの中で OL さんのお腹の音が鳴りました。グーって。そこでなんかきっと恥ずかしいだろうなと思って、昼はマックですねって言いました。そしたらお姉さんは満面の笑みでそうですねっつってこっちを振り返って笑ってくれました。優しさ半分でできてます。わさっちです。どう？ぽくない？むずい、長かった。はい、ってことで今回のマサチャンネルはおかっぱり動画です。でここ川なんですけど、今日デイゲームから夜遅くまでやんないけど3時いっぱい頑張ってみようかなってことでやってみました。カメラマンは富山くんです。よろしくお願いしまはい、す。山田です。よろしくお願いします。なるみ姉さんがはい。あの子はアホで、なんか片手これしか使えないのにこう頑張って料理しようとしたら滑って今度小指をズバーって、今度は剣まで切れなかったけどガチですか。ガチガチ。マジですか。はい、かわいそう。かわいそうですね。踏んだり蹴ったりとはこのことでございますがさあじゃあ3時40分満潮だから40分前ぐらい今満潮を迎えて、これから下げ出すタイミングですね。で昨日ドカッと雨降ったんで、そのせいかもう水量が結構あるね。おはようございます。こちらキッチンスタジオです。富山くんのサプライズパーティーに向けて一足先に皆さんの到着をお待ちしてます。この模様替えした小島玲子さんに一足先に気づく釣り味はいるのでしょうか。はい、でなんと今週昨日一昨日かの週末でブルーブルーからスネコン 150S が発売されました。皆様お買い求めできたでしょうか。で今日はこいつを主体に、でもちょっと状況に合わせて投げてみようかなってことで頑張ってみたいと思います。おはようございます。一番乗り成さんとみっちさんが来ました。林お願いです。します。お願いします。こんにちは。買い出しありがとうございます。はい。まだ帰る。ごめん、まだこれからはい。今飲んじゃうかと思って。あフライングあれフライング用のビールで流行りの美味しそう。ありがとうございます。150。使い方云々は公式でね、熊本の山本くんがあれすごかったな、完璧だったな、そうですね。素晴らしい釣果出してくれてるのと、自分も去年の秋最終テストっていう動画でね上がってますんで、それ見てください。今日は軽めに解説しながらいきたいと思います。でサプライズゲストがサプライズ一緒にするゲストです。する方のゲスト。もはじめましてですか？はじめまして。しかして。緊張する、どうしよう。どうぞ。こんにちは。
ありがとうございます。大噂は金なので、なるべく座ってた方が。そうですそうです。座ってもう座ってください。そんなにね、今はもう体調とかすごい良くて。あ、よかったよかった。食べれるし。食べれるし。気づいた。おかまりさんが気づいた。おかまりさんが気づいた。早くもうこのレイコさんじゃん。お願いした方がいいよ。さんに送ろうかな。ほら、チャンスだよ。サイさん告白して。公式来ますよ。ほら、お呼びしてます。さあでデイなんですけど、まあここら辺はちょっと深いとこなんでベイト探しですかね。いきなりここでいいかもってぐらいベイトいますね。この城だと思うな。ほらこの城がいる。だからここでいいと思います。今日これ公式じゃないよね。だから硬い話じゃなくていいんだよね。じゃあ硬い話はここまでにしといて、最近のトピックといえば富山くんが結婚されましたね。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、気分は。もう何日目ですか。でも入籍したのは2月の22なんですよ。あ、本当に。あ、そうなんです。まあなんだかんだでもう3ヶ月ぐらいですかね。で発表して1ヶ月経ってないぐらいなんですけど、やっぱ想像以上にこう皆さんからお祝いの言葉とかメッセージいただいて、いやなんかこれが幸せ、結婚の幸せっていうのかな。あ、すごいすごい。そんな感じ。逆にサインするとき思わなかった。これ書いた瞬間もうもう遊べないなみたいな。いやまあ男なんでちょっと思いましたよ。ちょっと思うでしょ。ちょっと思いますよ。村岡さんに楽しい店連れてってもらえないのかなとか。まあでもそれは村岡さんと楽しいお店行くなんで。あ、そのレベルは許されそう。許されます。あ、許可取ったんだ。それはいい、まあ言い方ちょっと多分本心は分かんないですけど、まあそれはもちろん言ってきて。いいの、こんな動画で言っちゃって。もう2人でじゃあ今暮らしてて。あ、そうですね。どんな雰囲気の夫婦なの今んとこ。まあでももう結構ふざけたりとか笑い合ったりとか、なんかゲラゲラする時はするし、まあお互いなんかこう頑固な部分もやっぱあるので、まあ個々に個人ですごいやってきた人でもあるので、やっぱ意見が合わない時はすごいぶつかりますね。なるほど。喧嘩もする。喧嘩もしますね。するんだ。全然しますね。どっちが顔真っ赤なの？どっちもヒートアップしてきます。一緒に上がってきます。口とんがらせる系？うわ、すごい想像できない。富山君はなんかわかる。ちょっとムキになってる感が。おかまり大人だから。そうなんだ。そうですね。口とんがってくんだ、おかまりも。近所迷惑かもしれないです。そんなレベルで。仲直りは？でもその代わりちゃんと話し合って仲直りまで完結はします。なるほど。お魚はどこで調達は？ちょっと鎌倉のそういうまあスーパーだな、スーパーに入ってる魚美味しそう。そうね。もうちらし寿司にするからもう薄くしてパラパラ上に巻いちゃうだけでいいのね。それよりさ、錦糸卵をミキさんに作ってもらおう。錦糸卵？溶いて薄くして薄くしてペロンって。いや僕は電子関白ですからね。言ってみれば何もできないですから。台所は作るんですけども、台所は作る。はい。そう、なんか1時には明日行くって言ってて、はい。で1時に出てこようと思ったら、なんか1時半にしたって朝に始めて、はい。どうやってなんかつけてこよう。どうでした？バレてる感じは？バレてないと思う。全く知らない。で私あんまり出かける予定とか2人で共有してるから、なるほど。急に出かけるとか言ったらさ、なんか変じゃん。そうだからなんか結婚式の準備のものを買いに行こうかなみたいな感じで、なんとなくそういう雰囲気作って、はい。で送り出してから、じゃあ私もなんかちょっと行ってくる後でみたいな感じで出てきました。これはびっくりしますね。今日は何してんの？結婚式の準備してます。お家で。はい。そうか。練習したりとか。結婚式ね、楽しみだね。私もなんか挨拶を命じられて、赤紙が入っておりましたけど、小さい。どんな順番ですか？私からですか、もしかして。そうですね。村岡さんからです。ああ。
まだ誰も酒を飲んでない、まだ場も和んでない緊張感いっぱいの中、人間が嫌いで端っこで生きてきた私が、でも本当俺ねいいこと言えないんで先に謝っとくわなんかね俺昔からそうで、俺自身が一人で例えばトークショーみたいなで全然この人喋り下手だなとかさ、なんかね自己評価が悪くなることについて緊張しないんだよね。だけど俺のなんていうのトークでさ、おかまりの親族の方々はさ、富山君を測るわけじゃん。富山君翔平君のね勤めてる会社の社長はどんなもんかと。で立派な方だってなれば、こんな立派な方の下で働いてる富山君もすごいじゃんっていう論理じゃんあれって、主賓挨拶って、そうするとね俺なぜか上がるの。でそれは立派な会社の社長っぽくっていうさ期待があるからそれを演じようとするけど、結局背伸びなんだよねそれは。普段ねろくでもないわけだからだからそのろくでもないのになんか当社はみたいなことでさなんかちょっと一発の会社っぽいこと言おうとするから、そのギャップで上がるんだよね。じゃああれですね、おかまりさんの素敵なとこは何ですか？そういう感じですか？いやそれはまさし釣りチャンネルで視聴者がみんな聞きたいとこですからね。そうですね。まあ一つは面白いところです。面白いんだ。ユーモアセンスがある。ユーモアセンスがありますね。やっぱMC とかやってきたっていうのもあるんですけど、会話のセンスというんですかね。やっぱ面白いですね。どんどんおもろいこと言ってくれるんで。ずば抜けてるね、結構ね。そうなんですね。あとはですね。まあちょっと自慢なのかなわかんない。いやいっぱい自慢してんだよ。料理が上手なんですよ。ああいいね、それは。僕はね胃袋使われましたね。なるほどね。完全に最初にやばいこの人の料理めちゃくちゃすごいじゃんと思ったのは何だったの？釣った魚を煮付けなり刺身なりなめろうなり料理してもらったことがあって、もう全部が美味しくて。なるほど。これは多分本当に上手な人なんだなって。包丁で親指とか切らない。こらこらで怒られますよ。乾杯の練習乾杯の練習とはありがとうございます。それぐらいで。すごい。じゃあ私が可愛い。マジっすか？チャリさん、こんなオークション来たよ。こんなイベント来た。大盛り上がり。照れますね。一生の宝物だね。これ本当に練習。飲めねえよもったいなくて。乾杯の練習。ドッキリ成功よって。お願いします。私までもらっちゃった。わあ美味しい。終了。もう終了。もういいじゃん。ゼロ次回ですかね。ゼロ時。ビール足りるかな。はい、じゃあルアーカラーチェンジで、マットチャート。でかいね。どうしたんですか？おはようございます。すいませんね、チャイさん邪魔しちゃって。前田さんです。お願いします。なんかもう今日さ、なんかもう楽しくなっちゃったからもういいかな。ダメ。ありがとうございます。成功。したら今3時50分ぐらい。4時だから。でも炊飯器入れるの肉1時間かかるよ。1時間ぐらい入れてた実はごめん、今飲んじゃってて今更言うのもなんだけど、とりあえずここでこのメンツ集まってから冷静にちょっとリストアップして帰ってじゃないじゃんもう。お肉。確かに私も聞きたい。あれ身が崩れるんですよ。それをギュッとちゃんと締める状態にするんだけど、ちっちゃい肉だから多分
見栄え的にやる？一個だけやる？なんだよ。ぽいからつけますか？何のお仕事なんですか？こういうお仕事してます。お料理。それこういうお仕事。夢の国で働いてるんだよ。あれじゃない炊飯器で放置ですか？一回フライパンで焼き目をつけておお、なるほど。やります。まず結んで、結んで、お横にどんどん。そおお。すごい。ハーフヒッチですね。うそうハーフヒッチで、釣り人は多分そういった方が分かりやすい。わかりやすい。わあ、これ僕は見たことある形になったでしょ。おお、めっちゃ大量の。でこれを、すり込む。はい、はい、できました。おお、泥。これで焼く？焼くけどちょっとこれで馴染ませるので、おお。なじませる。何分ぐらい？そう15分ぐらい。おお、焼いときます。終わりましたはい。おやすみなさい。おやすみなさい。これ1月の旧江戸にあったらよかったな。こういうのが欲しかったよな。1月2月この皮3枚ぐらい下でさ、こうちゃんと動いてくれて。卵作りですか？錦糸卵を作るんだけど、はい。今日は職人呼んであります。職人呼んであります。誰？職人。錦糸卵職人さん。一回も作ったぜ。あ、本当ですか？みちさんキッチン初めて？練習関白ですから。まず。あ、2個でいいんですか？2個。これでいいの？ほら白身を切るんだよ。切るの。切るの？切ってる。このぐらいかな。頑張れちょっと修正してよっていう。岡森さんが3つ目。おお、結構いっぱい。あ、ちょっと多い。あ、そう。まだ大丈次出せば。次出せ。ちょっと足せ。いけそう、頑張れ。それ。おー、はい、完成。おお。そんで重ねる。重ねちゃうこのまま。こうか。おお、なるほど。あんまり危ない。危ない。怖い。幅3ミリ。ね、錦糸卵。あ、太くなった。今5ミリ。木は切れるのに卵は切れないよ。でもめっちゃいい感じ。わあ、絶対綺麗だこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。完成。鮮度を入れて切らなきゃいけないのと、シェフ、喋りながら。集中しすぎ。あ、牛脂ね入れ忘れちゃったからいいや。開ける？大丈夫？大丈夫。こっちでカメラだったらどうする？やべえ。これでしばらく置きます。置いてここに後で入れます。ほかほか。なんか、座礁のあそこになんか村岡さんが今ロケ中ですとか写真入ってたよ。さっき富山君からも。使命みたいな。何で来ました？荒川到着しましたって。家の前とか騙されてるとは知らずにみたいな。ブルーに入社して、まだ2ヶ月。2ヶ月。おう、どう？いじめられたりしてない？こいやもう小田さんが怖くてそうですよね。そうですよ。じゃあ切るの私やります。あまりさんもぜひ一緒に。いやー、ホタテ大好き。そしたらこれが少し冷やしてあるから、で和包丁どっちがいい？じゃあせっかくなんで。おお。すごいかっこいい。ほら。料理するまでやってんの？かまりさんは動画。もちろん。あ、いやでもやってない時もありますけど、もう食べれるのは持って帰ります。じゃあお刺身用意したから、それとじサーモン、ゃマグロとあ島味。島味。じゃあおかまりさんセンスでこう、刻んでここもわちゃわちゃ乗っけてもらっちゃって後でみんなで取ろうか。わかりました。早速。
チャリさん先生みたいでちょっと向かっていや全然チャリさんの腕と違うね本当これでお酒が飲めるよ飲めるね。美味しそう。お疲れ様。お疲れけん玉で？ポンさんよろしくお願いします。これなんか本当に全然おつまらないので置いときますあっちに。ありがとうございます。すいません。あついでもらうオプションなんだけどああ、でもね。そういやいいもういい。すみません。あ飲み慣れてるね工藤さん間違えちゃっ間違えないからた。はい頂戴いたします。あ、みんな揃いましすいた。ませんね初対面なので申し訳ないです。はいじゃあ練習で。はいはい、乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。ブルーブルーって会社はなんだろう組織体制がないんだよね。だから教育係がいるわけでもなくてもう入社して結構いきなりね自分で考えてブルーブルーのために頑張れってだけだよね指示がね。でそれぞれができることを一生懸命やって、それが評価されて、ね、処遇につながっていくっていう。だから指示待ちの人は使えないんで速攻俺に怒られて追い出されるけど。あ、いってらっしゃい。お願いします。すいません、おかまりさん。はい、今回富山くんのサプライズなんですけど、みんなで食べた後、はい。もう一つ最後ドッキリおドッキリ？はい仕掛けたいと思ってちょっとご協力をお願いしたいです。はい。じゃあ一通りちょっとなんかサプライズ終わった後に、村岡さんから富山くんにリールの高級リールのプレゼントがあります。はい。でおかわりさんにも花束をご用意してるのでそれを渡させていただくんですけど、それがちょっと一通り終わった後におかわりさんが「で私リールの方がいいリールと交換して」って富山くんにもうお願いすると。で富山くんが、どんな反応するのか最後、譲ってくれるのかどうかなるほどなるほどみたいな、もちろんね嫌がりますよね。なんかね多分ね、一緒に使えばいいじゃんって言うと思う。でもし一緒に使えばいいじゃんってなってもいや絶対欲しいみたいな。でも交換してよ。そうそんな感じでこれもちょっと釣り味も知らない。みんな知らない。はい。なんで村岡さんと岡村さんだけしか知らない。と私だけ。そうです。はい。ガチ喧嘩も OK なので。ウォーターサーバーの横に音楽のプレイヤーみたいな。そうプレイヤーの後ろに段ボールがあるんですけど、それにちょっとドッキリって書いてるので、なるほど。それがもう最後ちょっと岡村さんの判断で大丈夫なので、決着がつくかつかないか分かんないんですけど、もしついたらありがとうじゃあ花束とこれみたいな感じでドッキリ。それを岡村さんがタイミングで。どうなるんだろうね。ね、ドキドキですね。やってみます。はい、すいませんがよろしくお願いします。頑張りましょう。はい。楽しみ。そうだ、村岡さんに聞きたいことがあって、どうしても釣りに行くのも仕事だし、釣りに行きたいじゃないですか。でも結婚したら毎日そういうわけにもいかないことってあるじゃないですか。そんな中でも妻の許しが出る何かあるんですかね。なんだろうな、俺のツイッターの別れなさいシリーズみたいなあれおもろいですよね。状況になっちゃってるってことでしょ。しょうがないよね。今後なっちゃうとしたらですね。なっちゃう。いやもう理解をしてもらうしかないんだよね。だからその理解をしてもらうとても努力をすることと、当然だってまだ普通の人は遊びでさ毎晩出かける人もいるけど、俺たちはまだ仕事だから、飯の種を稼ぎに行くって言って理解されやすいんだよ。全然違うの多分。遊びだったら絶対俺もこんなほぼ飛び回ってらんないと思うんだけど、仕事だから理解されるけど、といってもさなんか普通の仕事と違ってさ
楽しそう遊びの仕事だから楽しそうにするのが仕事なんでっつって硬い顔でやるわけじゃないじゃん、だからまあそこに理解してくれるんで、理解してくれてることの感謝だな。もう1にも2にも感謝で、ちゃんと言葉行動で、だから結構やっぱお子さん生まれるからママ感謝デーを作っちゃうのが一番の子。なるほど。あとは結構だから母の日とかも子供を巻き込んで、要はお母さんを喜ばせる遊びをするわけだこうで、だからドッキリとかサプライズっていいんだよね。でこう人が喜ぶじゃんドッキリとか、だからそういうのでお母さんに出かけておいでよっていうなんか用事を作らせて、その間にもうそれこそ演出だから子供たちと一緒に走って花屋行ってとか言ってこうなんかちゃんと打ち合わせをして仕掛けるっていうのかな、まあ、そうやってこう人を喜ばせることの楽しさも子供にも教えられるし、やっぱり聞くよお母さんにはね。大体泣いちゃうもんやっぱうちの奥さんもね、まあ、ドッキリは楽しいよ。なんか楽しそうですね。別にあれだよね、乾杯しすぎで時間がないわけじゃないちょっとあるかも。ちょっとギリギリです。今急いで。そう、エンドやってます。はい、終わりました。ありがとう。買い出し準備も整いつつあるのか。ダメそう。バイブレーション投げたいね。持ってきてないんだよな。ちょっとスネコン沈めていきますか。ギリギリじゃないの？あと1時間。やばい。あと1時間です。はい、みんなそれぞれ。何慌ててんの？あ、ローストビーフできました？ああ、いいじゃん。あー、いい、もう行っちゃうよ。どうぞ。工藤さんセンスないからな。加減して止めていいよ。渋滞してる。美味しそうなの。したら綺麗。アルミホイルに包んで保温モード。ソースもう一回温めて。チラシは完成ですか？本当は冷やしてから切りたいんだよね。担当だから。お、続々と。っていうか嘘みたいにベタベタになっちゃったね。あんなに朝猛烈な風だったのに釣れると思ってきたのにな。スタジオの冷蔵庫に鹿児島で釣った魚が入っててさ、だから今日もしかしたら調理のシーン撮らなきゃいけないんだよね。でそれもやっぱちょっとそういういいカメラで撮りたかったんで、もしかしたらこの後一緒に来てもらうかもしれない。草薙カサゴっていうすごい珍しいカサゴがいて、結構ね珍しい魚がいっぱい取れた。草薙カサゴと、あとタコでねアラマキダコってタコがあって、甲殻類のようなタコ、あとバトウダイとマじゃないよ、バトウダイってマトウダイにも似てんだけど、やっぱより硬いの、カチコチな。あとトグサっていう海藻、その辺揃っておりますんで、だから珍しい魚種だから気まぐれクックにもまだやったことないだろうみたいな感じで乾杯の時に一緒に飲み物持って。乾杯の時ここクリアにするようにみんな。ここに立っちゃいけない。はい。じゃあとりあえず持って乾杯。乾杯で。これダメそうだな。草薙カサゴさばくか。この白とイナコが結構いるけどね、シーバスの気合がないね。まあでも今日はこの動画はちょっと富山君とのトークも撮りたかったんで、ちょっとこんな開発のね進捗も伝えられたし、なんか撮れ高的にはこれでいいんですよ。本当は釣りたいけど、まあ夜までやってもいいんだけど、カサゴ腐っちゃうしね。腐っちゃう、生もんだからさ腐っちゃうじゃん。金曜日に閉めたから今日あたりが食べ頃でさ、これ釣れんな。今何時？もうキッチンにすっかキッチンに18時16分。はい、じゃあそういうことでじゃあこの動画ここで一回切りましょうかね。ということで今回ちょっと釣れなかったんですけど、
富山君に改めて結婚おめでとうございますということで、富山君はカメラマンで呼び出して結婚について根掘り葉掘り聞く回でしたということでそれでいいんですね。はいということでご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。本番する20分で到着します。はい、ただいま。おかえりなさい。あれ？何これ？どうしたの？これどうするんですか？俺おお、すごい本格的。いけるいける。外。おいおい。びっくりした。びっくりした。びっくりした。あ、みんな説明を。今からキッチンスタジオで撮影って連絡来ました。えらい。えらい。ドキドキ。ちょっとウルボンさん我慢できないタイプかなり年齢的に。胸びれの数が19本じゃねえかと思って、うん、7時。やりました。はい、どうぞ。胸びれの数がうっかりカサゴと同じ19本だといいなって。草薙カサゴのね。いや、入って。